皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日取り上げる現場は世界を股にかけるプレミアムヘルメットのトップブランド、株式会社松栄、証券コード7839です。コロナ禍で湧いたバイクブームの特需が落ち着き、お店の棚に在庫がダブついているという話や、海外の関税引き上げ懸念など逆風のニュースもちらほら聞こえてきます。しかしその裏で鉄壁の財務や直近発表されたばかりの特大の株主還元、そして新規事業への挑戦など見どころがたっぷり詰まった現場なんです。果たして今の株価は買い時なのか、しっかり点検していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。それでは早速いつもののんびり点検シートで基本スペックを確認します。配当利回りは 3.49%、 基準 3.0% 以上で合格。 ROE は 20.46%、 基準 10.0% 以上で合格。自己資本比率は 85.1%、 基準 50.0% 以上で合格。配当成功は 49.9%、 基準 50.0% 以下で合格。補足として営業キャッシュフローは毎年しっかりプラス、実質無借金の超有料財務です。いやーお見事、すべての項目で余裕の合格です。利回りも 3.4% 台と高水準ですし、何より会社が持っている資産というエンジンを使ってどれくらい効率よく利益を稼ぎ出しているかを示す ROE が 20% 超えというのは、会社のエンジンがガンガン快調に回っている証拠ですね。続いては事業内容の点検、稼ぎの柱。直近の年間売上高約323億円の内訳はこちらです。二輪乗車用ヘルメット 87.6%、 約283億円。幹受用ヘルメット白バイ隊員用など 0.3%、 約1億円。その他部品など 12.1%、 約39億円。ご覧の通りほぼ二輪乗車用ヘルメット一本足打法です。松栄の強みは何といってもプレミアムヘルメットに特化していること。全売上の約8割が海外というまさにグローバルトップブランドなんです。しかも売上総利益率、いわゆる粗利率が約 46% と非常に高く、一度作った生産ラインでヘルメットが売れれば売れるほど会社の利益という貯水タンクにチャリンチャリンとお金が残りやすい、非常に効率の良い構造になっています。続いては業績の軌跡点検、過去5年の推移です。松栄の業績はコロナ禍における密を避けるレジャーとしてのバイクブームという強い追い風に乗り、グラフの通り怒涛の右肩上がりを記録しました。現場のみんながフルスロットルで働き急成長を遂げてきたんです。しかし直近に入ると少しグラフが下を向いてブレーキがかかっていますよね。これはコロナ特需が一巡し、世界中のお店の棚にヘルメットの在庫がダブつき始めたためです。さらに欧州の悪天候や中国経済の停滞なども重なり、一旦踊り場を迎えました。過去の急成長の反動を受けて、今は現場のみんなで歯を食いしばって過剰な在庫のお片付けをしている時期だと言えます。続いては会社の基礎体力を見る財務の深掘り点検です。結論から言うと松栄の財務はチタン合金並みにカッチカチです。まず嵐が来ても倒れない頑丈さを示す自己資本比率ですが、なんと 85.1% もあります。そして何より注目してほしいのが右側の純資産、会社の貯金箱が約322億円あるのに対して、左側にある手元の現預金だけで約199億円も持っているという事実です。銀行からの借金である有利子負債も記載がない実質無借金経営。これだけ現金をたっぷり持っていれば世界的な不況という嵐が来てもびくともしませんし、新しい事業にも思い切ってアクセルを踏み込める非常に健康的な状態です。続いては還元姿勢の点検、配当と配当成功です。松栄は連結配当成功 50% をめどという非常に分かりやすいルールを掲げています。稼いだ利益の半分をきっちり株主に山分けしてくれる仕組みです。過去5年を見ると利益の成長に合わせて配当金もぐんぐん増配されてきました。
直近は業績の踊り場ということで1株当たり60円になっていますが、これは業績連動型のルールに忠実に従っている証拠です。さらにここで特大ニュースです。これまで買い集めた約139万株、発行済み株式総数の 2.6% の自己株式を直近の2026年4月10日に全量償却すると正式に発表しました。買った株をただ金庫にしまっておくのではなく、きっちり燃やしてなくすことで私たちが持っている1株当たりの価値を確実に高めてくれる。配当だけでなく自社株買いと償却を含めた総還元でしっかり株主に報いようとする男気あふれる現場ですね。続いては直近決算と将来目標です。最新の2026年第1四半期の決算の裏読みをしてみましょう。売上高は約75億円、営業利益は約20億円と前年同期比で減収減益でのスタートとなりました。一見すると不安になるかもしれませんが、実は会社側の当初の想定ペースを上回って進捗しているんです。気になる流通在庫についても欧州でのお片付けがようやく一巡しつつあり、地域別に見るとその他の地域で販売個数が前年比 22.9% 増と力強い伸びを見せている部分もあります。さらに今後の注目点として会社が新しくキャリーケース事業を開始すると発表しました。ヘルメットで培ったガラス繊維強化プラスチックの技術を生かし、機内持ち込みサイズのスーツケースを作る計画です。第1号モデルは幕開けを通じて4万9000円で販売される予定で、設備投資として約10億円を見込んでいるとのこと。一本足打法からの脱却を目指す非常にワクワクする取り組みですね。続いてはチャートと需給の点検です。さて、現場の今の熱気を測るチャートと需給の点検です。現在の株価は1700円台前半、1月の年初来高値からは少し調整し、底値から反発してきているちょうど押し目のような位置にいます。需給面で面白いのが信用倍率です。借金の行列を示すこの数値が現在 0.95 倍と1倍を割って売り長の状態になっています。つまり株価が下がると踏んで空売りをしている人の方が多い状況なんです。もしここで業績の底打ち感が鮮明になれば、売り方の買い戻しを巻き込んで株価がふわっと持ち上がる、いわゆる踏み上げの可能性も秘めていますね。最後は結論、のんびりの判定です。絶好の仕込み場を探る有料ブランドの点検体域銘柄です。コロナ特需の剥落やアメリカの関税引き上げ懸念など、足元は逆風が吹いて業績は踊り場にあります。しかし世界シェアトップの圧倒的なブランド力、自己資本比率は 85% というチタン合金並みの財務、そして自己株式の償却まできっちりやりきる株主還元への本気度は全く揺らいでいません。理想の指値としては配当利回りが 4% に近づく1500円付近まで落ちてくる場面があれば積極的に拾っていきたいところです。キャリーケースという新規事業の芽も出てきており、長期的には非常に頼もしい現場だと思います。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方はぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。